XSR900GP が欲しいんだよね。ハイパー前傾のあれですね。ヤマハのバイクって綺麗な顔して割と鬼畜だから。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。ヤマハのバイクが癖強めと話していました。強いね。ペンタロウさん、ヤマハ何台持ってるんだっけ？今は6台くらいかな、多分。せっかくなんでヤマハバイクの魅力を教えてください。そうだね。じゃあヤマハバイクのあんなことやこんなことを話していこうか。こんにちは、ペンタロウです。くせ者感強めのヤマハバイク、現行ラインナップと売れ筋傾向、メーカーの特性や今後の展開などを掘り下げていきます。1、MT-09 系。ヤマハは何が売れてるでしょうか？それも売れてないんじゃない？アナゴさん、いつもぶっこみすぎ。900シリーズは力を入れているように見えます。MT-09 シリーズね。ここは今いわゆるバイクとしては一番売れ筋。 MT-09 シリーズって仲間いろいろいたよね。まずは MT-09 スタンダード125万4000円。もはやこのスペックでこの性能はお買い得感出てきたね。900クラスは150万円も普通になっています。120万円そこそこってスズキの 400cc オークションもそんなもんじゃなかった。 DRZ4S ね。あれも120万円。川崎の ZX4R も同じくらいです。 MT-09 ってすごいね。ちょっと前は100万円ちょっとだったけど、他のメーカーの方が値上げえげつないから、結果的にユーザーに優しいお値段になってる。排気量が大きいから偉いわけでもありませんが、実際パワー半端ないですし、メーカーもしっかりしています。この辺のクラスは国内生産で、東南アジア製の400以下とは仕上がりが違うんだよね。ヤマハは音にもこだわってるみたい。エアクリーナーボックスカバーに AAG と呼ばれる開口部を設け、吸気サウンドをライダーにダイレクトに伝達。2本の吸気ダクトを備え、エンジン回転の上昇により音圧が高まり、気持ちよい加速を演出するだそうです。 AAG とかヤマハって分かりづらいアルファベット好きだよね。どっかのフリップ芸人都知事みたいだね。ナルシスト感全開です。MT-09 は SP もあるよね。 SP はサスペンションがグレードアップしてて、リアサスはオーリンズ、ブレンボブレーキ搭載、スマートキーという具合。これで20万円くらい高くなってる。サスペンションは電子制御ではありませんね。そう、 MT-10 は20万円ちょっとアップで電子制御サスペンションになるから SP 一択感があるけど、09は差額の価値を感じるかは人によるかも。ファミリーのトレーサー 9GT は電子制御サスペンションだっけ？そうだね。電子制御サスペンションで税込み160万円というのは最安クラスです。ホンダの NT1100 もあるけど、そっちは185万円くらい。 GT プラスの方は200万円だね。 GT プラスはアダプティブクルーズコントロールがあって、オートマの YAMT 仕様。オートマは MT-09 にもあって、そっちは10万円くらい高くなってる。じゃあトレサー 9GT プラスのアダプティブクルーズコントロールは30万円くらいってことだね。ざっくりそんな感じ。 GT も GT プラスも価格に対する装備は豪華です。 MT-09 ファミリーは XSR900 もあるよね。こちらは MT-09 より6、7万円高くて、見た目ネオクラ感がある。メーターなどアップデートされました。売れてるの？今年の販売計画は600台、Z900RS が5、6千台だから売れてるとは言い難いけど、 MT-09 より少しアップデート遅かったりします。09シリーズではこれだけ回転半径大きいままだったりね。 XSR900GP 気になるんだけど、 GP はセパハンにした独特な雰囲気になってるね。グレーかっこいいね。前傾姿勢が尋常じゃなくハードだから気をつけて。ペンタロウの前傾率ワールドシリーズで16位、日本シリーズで6位だから。でもアナーゴさんは長いから大丈夫か。2、MT-0325 系。 MT-03 は乗りやすそうだよね。バイクデビューにもってこいです。巨大スクリーンオプションとかも充実してきて、ロングツーリングにも最適っていうパッケージングになってきた。ペンタロウさん YZF-R3 持ってたよね。青緑っぽい色のやつ、もう手元にないけど、扱いやすくて用途問わずのバイクでおすすめ度高いね。シート高は 780mm ですね。そう、例によってペンタロウには足が窮屈だから、長距離乗ると足が痛くて寝込んじゃう。 MT-03 と YZF-R3 って中身同じなんでしょ？カウルとハンドル周り以外ベースは同じですね。
シートとステップ周りは一緒。 250cc の方も車体同じなんだよね。320と250はエンジン関係が違うだけで見た目も同じですね。320の方が乗りやすいとは思うけど250にこだわる人もいるからね。このファミリーは人気あるんでしょ。販売計画は全部で3600台です。モデルチェンジした年はランキング上の方に顔を出したりするかな。今年 YZF の見た目変わってかっこよくなったよね。待望のアップデートだった。旧型新車の在庫残りを20万円引きで売っていました。旧型は売りづらくなるもんね。このファミリーには XSR シリーズがないのが残念かな。125、700、900にはあってここを外すのは不思議です。250は主流の国が少ないのかな。日本は車検絡みの存在です。XSR250 があれば欲しいけど。欲しいと言っても出ると買わない人が多いからメーカーも難しいんだろうね。川崎 W230 はそこそこ売れてはいるから XSR250 も需要はあるんだろうけど。 XSR125 は2025年計画2000台です。この見た目で MT25 のエンジン積んだ250ならペンタローは即買いしてると思う。ペンタローさんバイク買うネタ有言実行だもんね。買った方がいいよと言って買わないレビュアーが世の中には多いです。3. スクーター。ヤマハといえばスクーター。スクーターのラインナップは多めです。まあホンダも多いですが 500cc クラスには TMAX560、販売計画500台です。装備が結構充実してて、タイヤ空気圧監視システム、クルーズコントロール、電動調整式スクリーン、メインシートヒーターとかもろもろの素敵な仕様。 560cc のパワーでこれなら快適そう。装備は魅力的なんだけどね。コスパ悪いの。ベースモデルが145万2000円で、快適装備充実の TMAX560 テックマックスは164万4500円。参考までにホンダの XADV が143万8800円です。この2択なら XADV いっちゃうかな。ヤマハはナビもガーミンですし、 250cc には XMAX があるね。こちらの販売計画は1800台です。まずまず台数出てるんだね。競合はホンダのフォルツァです。販売台数はどっこいどっこいじゃないかな。貴重な 250cc スクーターには頑張ってほしいね。 155cc には X フォースと NMAX155 があります。 NMAX は計画1300のところ早々に売り切れちゃった。人気なんだね。メーターに地図映せたり割といい感じ。地図はガーミンだけど 155cc は250よりぐっと車体が軽くなるのがいいね。 NMAX も135キロだし。首都高使いには一応高速に乗れる125オーバーはありがたいです。 125cc スクーターには NMAX、ジョグ125、シグナスグリファス、アクシス Z あたりがあるね。いろんな種類あるけどこんなにいるのかな。ホンダはほぼ PCX だけ、スズキはバーグマンストリート 125EX、アベニス125、アドレス125となっています。ヤマハが一番スクーターの数多いね。さらにヤマハには前が2輪後ろが1輪の2輪扱い三輪車トリシティ300、155、125まで取り揃えています。スクーターを見るとよりヤマハの変態性がわかるね。あとは電動バイクの EB のもあります。何でもあるね。ヤマハってもともと楽器の会社だったよね。楽器製造がメインで音響製品や防音室、車載オーディオや電子デバイスまではわかりますが、なぜかネットワーク機器のルーターやゴルフクラブなども売っています。ヤマハのルーターはプロ感あっていいんだよね。クラウド環境のトップ Amazon ウェブサービスの VPC と VPN 接続できる品質もあります。なんでそんなハイテク機器作ってるの？もともと本業に必要なものを社内開発して活用していたところ、性能がいいので売ろうみたいな話で品目が増えていったと聞きました。バイクもそんな感じで作っちゃったのかな。重い楽器を運ぶのにエンジン作るかみたいな感じだったのかもね。コントラバスやチューバなど大きくて重いですからね。ピアノも重いし打楽器全般も結構だよね。モーター使って工場内を移動させようみたいなノリだったのかもしれません。想像が膨らむね。ちなみにルーターとかは楽器の会社で作ってるけど、バイクのヤマハ発動機はだいぶ昔に分社されて完全別会社になってる。資本関係もなかったかと不正確ですが、そんな変態の会社がルーツだから三輪バイクとかノリで作っちゃったのかもね。
4、その他のヤマハバイク。売れ筋じゃないバイクのお話もしよっか。まず MT-07 系ね。MT-07、XSR700、テネレ700、YZF-R7 と揃ってる。販売計画は MT-07 が500台、XSR700 が200台、YZF-R7 が400台と3つまとめて1000台くらいです。あらテネレはどれくらいだっけ？ 500台です。マニア向けにしては多いですね。全種かき集めても1600台だから XMAX1 種類に勝てないか。ミドルクラスはどうしても爆裂パワーとかの分かりやすい訴求ポイントに欠けるので、ターゲットは男性だからスペックの数字とかにそそられちゃう人多そうだしね。ヤマハの700はすごく出来がいいから乗ればわかる人が多いんだけど。大抵900に行っちゃいます。じゃあ次に MT125 系。XSR125 と YZF-R125、YZF だけ155も出てる。販売台数爆死したシリーズだね。初年度計画800台で200台ぐらいしか売れなかったっぽい MT125。計画1000台で200台の YZF-R125。計画2000台で305台の YZF-R15。計画3000台で1600台の XSR125。計画合計値6800台で実際に初年度登録された車両が2300台と計画の3分の1でした。散々だったね。そんなわけでもうなくなりそう。XSR125 だけはローシートパッケージが出て色も変わって出ていますが、他は音沙汰ありません。在庫いっぱい残っちゃってるんだろうね。フルサイズ 125cc はもともと売れてないから1600台売った XSR125 はだいぶ立派なんだけど、 YZF-R15 の計画が強気すぎてビビりました。どうして2000台も売れると思ったんだろうね。販売店のメンタル維持のために頑張るぞの姿勢を見せたかったのかな。いずれにせよ MT と YZF は在庫限りで終了になりそうな予感はしています。わかりませんが YSP が解体される日も近いかもね。大きい排気量では YZF-R1 と MT10 があります。これは実質ファイナルかな。どうなるんだろうね。レースで V4 マシンを投入してきたので、まさかの V4 版が発売されるとか。それは欲しい。 V4 のストファイとか出たら熱いね。ヤマハのバイクは好きだからなんとか国内ラインナップも維持していってほしいところだね。メーカーさんの努力には頭が下がります。魅力的なバイクを作り続けてほしいね。そういえばペンタロウさん最近テネレ買って乗ってるよね。テネレ最高。アフリカツイン買ってたよね。アフリカツイン面白い。どっちかいらなくないですか？似てるといえば似てる。どっちもビッグオフローダーだよね。そうだね。しかもオフロード走りませんよね。丘サーファーみたいな感じかと。どっちか手放したら。同感です。どっち手放せばいいか教えてください。今回こちらの世界のペンタロウはテネレとアフリカツインをどうするか混乱しているようですが、同じようなバイクを持つのもなかなか良いものです。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。